森重明さん、当時8歳。爆心地から 2.5km の漕いで被爆しました。漕国民学校の3年生だった森さんは、当時漕の旭山神社にあった分校に通う途中被爆しました。森さんは爆風で川の中へ飛ばされましたが、幸い大きな怪我はありませんでした。しかし一緒にいた友人2人はその場で亡くなりました。現在は広島市内の楽器店に勤める傍ら、漕地区の被爆証言の掘り起こし活動を行っています。8月の6日の前頃ですけども、随分飛行機の来襲がありまして、と言いましてもこれは暮れに艦載機あるいは爆撃機が来て猛烈に暮れに砲撃ないあるいは爆弾の投下をしておりましたんですけども、私が住んでおりましたこの漕の辺りでもですね、その暮れに空襲するあるいは下から高射砲機関銃で放射する音が猛烈に聞こえまして、サーチライトの光の中にそういった敵と味方の高射砲とあるいは爆弾投下の音が交錯するのが手に取るように聞こえたわけです。で夜そういう音を聞くもんですから、それに暑いし寝苦しいしというのであまりよく眠れなかったことを覚えております。当日8時半にこの上に上がってこなきゃいけませんので、だいたい8時15分ちょっと前に家を出まして、それでこの旭山神社の下にあります小さな川の上で差し掛かった時にですね、ちょうど3人歩いておりまして、私が一番端、そしてその隣を並んで2人の学生が歩いておりました。でその2人の一番端にいた人が、突然空を見上げまして B29 がとこういうふうに言った途端ですね、ものすごい光がしまして、僕は川の中に落とされました。で後の2人はですね、どうもそこにそのままになって大やけどをしたらしいんですけども、それが誰だったかもきれいに忘れるぐらいもう記憶が遠くなりまして、でしばらくしてその中の一人が大やけどして亡くなったらしいというのを聞きましたけども、で川の中へ落とされましてすぐ目を開けたんですけど、何しろ10センチ先も見えない真っ暗だったもんですから、それで、この真っ暗だということは多分資金弾が爆弾がすぐそばに落ちたんだというふうに思いまして、これはいけんなと思って上の方から B29 の音が聞こえましたので、これはまた爆弾を落とされると思いまして、それで川の中でじっと目をつぶって潜んでおりました。ですけども爆弾がまた落とされそうなので、じりじりと当時は石の橋だったもんですから、石の橋の下に少しずつ動いて移動して石の下にまで体を移動させまして、そしてそうですね、時計で測ったわけじゃないんですけど約30分近くその川の中で目をつぶって待っておりました。でしばらくすると爆音もなくなり、そして目を開けますと
真っ黒な埃もだいぶ静まっておりましたので、早速上に這い上がりまして、それでもうそれこそパニックでございますから逃げようとこう思ったわけです。そうしますと目の前に女性が一人、年の頃20歳ぐらいじゃなかったと今はもうでも思い出すんですけども、その人が歩いてきまして、何やら両手に持っております。で両手に持っておるので何かとよく見ましたら、胸が全部裂けまして、そして胃を両手で持って「病院はどこですか?」というふうに僕に聞くんですけど、僕はさっぱりどこに病院があるかも分かりませんので黙っておりましたら、ふらふらと歩いて国民学校の方にその方は行かれたと思います。で僕もそうしようかと思いましたんですけども、何しろ人家のあるとこに逃げたら必ず爆撃されると。当時焼夷弾というのがありまして、焼夷弾というのは銅も二重もパラ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 落とされておりましたので、おそらく大きな爆弾がもう何十も続けて落とされてこういうふうになったんだと思いましたので、早速今度山の方に向かって逃げました。山というのはですからこの旭山神社の奥の方、方向にすればこの奥の方ですけども、そちらの方に必死で逃げました。そうしましたら黒い雨が降り始めまして、当時服を着ていたんですけど、それがたちまち真っ暗になって痛いほど雨に打たれまして、服がボロボロになりまして、そしてもう裸同然になって山の中に逃げました。で山の中に逃げましたんですけども、また爆撃されるかもしれないと思って防空壕がこの下に大きな防空壕があったものですから、そこまで山の中から降りてきまして防空壕に入りましたら、ちょうど幸いにも大人の人に引っ張り込まれまして、その中でしばらくじっとしておりましたんですけども、防空壕の中ではたくさんの人が息を殺しておりまして、それで次々と爆弾が落ちるんじゃないかという不安と、それから肉親がどうなったかというふうな心配とでみんなもう息を殺して防空壕の中にたくさんの人がいたということを覚えておりますけども、その時にどういうふうな人がいてどういうふうな会話があったかということは覚えておりません。でしばらくしまして恋の国民学校で8月今で思いました7日のようですけども、恋の小学校に炊き出しがあるということを聞いたもんですから、あまりにもお腹が減ったので恋の小学校に行きました。そうしましたら恋の国民学校は当時今もそうですけども大きな運動場が2つありまして、でその上の運動場の方に行って炊き出しをもらおうとしたんですけども、その時に見たものはもう今も忘れませんけども、人間がですね、ボロ雑巾のような人間が山のように積まれまして、それが全部死んでおりまして、今考えますと校庭の半分ぐらいが当時僕は小さな国民学校の生徒だったものですから背丈もあまりなかったんですけども、おそらく2倍以上はあったんじゃないかというぐらい高く死体が積み重なっておりました。でそれが
男と女の区別もつかないぐらいに真っ黒焦げになっておりまして、それでそのものすごい多くの死体をですね、まあ僕は肉親がその中にいるわけじゃないのでただ見てただけなんですけども、血相を変えてですね、目の色を変えてみんながそれを探してるわけなんですよ。肉親がいるんじゃないかという、要するに調べてると言うんでしょうか。それで特徴のある歯とか衣類とかいうのを一生懸命探していらっしゃるような様子でしたけども、何しろもう真っ黒焦げな死体が多いもんですから、なかなかそれもよく分からなくて死体をひっくり返したりいろいろされておるようでございましたけども、そういったのが一人や二人とかあるいは三人とか、それが塊になってそれぞれ探していらっしゃるような様子で、それが黙々と黙って血相を変えてその下の山のあちこちでそういうふうなものをしていらっしゃるというのを見ました。ただしそれがですね、普通の死体の山を見ただけでも大変ですけども、何しろ臭いんですよ。何とも言えんすごい匂いがしたもんですから、しばらくしてそこを離れまして、やっぱり食べるものを求めて行ったもんですから、それで炊き出しを欲しかったんですけども、結局もらえないもんですから、また山に逃げたと。山に逃げたんですけども、何しろ腹が減る目が飛び出るぐらい腹が減りまして、でこれはもういかんと。で当時僕は広島市内の陸軍の食料はどこにあるかいうのを大体知っておりましたんで、そういうとこに行って探してみようと。全部市内が火の海だということは分かってましたので、それでかなり火がまだ残っているところをこういうの鉄橋をだいぶ燃えた後でグラグラしてましたけども、それを渡って市内に入りまして、今もその市内のどこ行ったかよく覚えてないんですけど、とにかく焼け跡を一生懸命探して何か食料を見つけてなんか自分で食べた記憶があります。でそれでちょっと落ち着きまして、でもう一晩野宿を結局2日間野宿をして、今富士ハイツの僕の家は当時山でしたけども、そこに自分の山に帰って行ったというところでございまして、あの時に市内に見たものはもう瓦礫と人の死体と瓦礫とが一緒になってるような状況で、もう足の踏み場もないぐらい黒焦げの家屋の残骸といろんな動物を含めたいろんな死んだものが一緒になっておったというところをずっと探してというのを僕は食料を探したんですけども、それでいろんなものを見たんですけども、当時一番僕は子供でしたから模型の飛行機を僕は水槽の横にあるのを一つ見つけて、それを持って帰った記憶があるんですけども、それで水もボウフラが湧いたような水を飲んだもんですから、
今度しばらくしてずっと半年間ぐらいは風呂に入った記憶もないんですけども、頭の毛が抜けたりしまして、それで今原爆症で苦しんでいる一番大きな原因はそういった放射線のたくさんかかっているものを食べたり飲んだりしたのが原因じゃないかというふうに一番思ってるんですけども。ご家族の方は皆さん無事だったんですか？おかげさんでですね、父は土木工事の現場監督をやっておりましたので、南関東の方に行く予定だったんですけども、たまたま僕のうちの柱建てを今の家の前の家なんですけども、柱建てをするために当時その日だけをたまたま休んでおりまして、それで家に追って被爆したわけです。で8時過ぎに原爆が落ちた時にはいきなり大きな光と音がしたもんですから、で家族を連れて防空壕に避難したということです。ですから幸いにもみんな怪我もしないで助かりました。森さん自身の方はお体はどうですか？それがですね、他の人に比べたら随分いろんなところが悪いので、初めはどうしてかなと思ったんです。まずですね、昭和の21年忘れもしませんけども、21年ぐらいの夏になりましたら、体が抜けるように広島弁で大義というんですけど、大義と言いましたら他の人は笑ったんですけども、それが毎年夏になるとそれが出てきまして、それで蚊に刺されましてもその跡が皮膚に残るというふうなことがずっと続きまして、それでこれはまともじゃないなと思いながら、医者にも行かなかったんですけども、糖尿病という言葉を後知りまして、その糖尿病じゃないかというふうに自分でも思ったし、医者の方もそういうふうにはっきりは言わなかったんですけども、他の病気じゃないかというふうなことを言われまして、それで会社の検診が今までも随分あったんですけども、全部それ引っかかるんですよ。肝臓をはじめとしまして、心臓も腎臓もあらゆる臓器が引っかかります。それから忘れもしません、血液が随分異常が最初からずっと出ておりました。それで普通の一般の健康な方に比べましたら随分数字が違うもんですから、それで健康診断を受けるたびにあまり異常値が出るもんですから、総合病院に行って検診を受けたんですけども、あまりにも変な数字がたくさん出てるんだけども原因が結局わからないということで、今日までずっと続いております。放射能の恐ろしさというのは、僕は声を大にして言いたいと思います。それはいっぺんの苦しみを続けるんじゃなくて、じわりじわりと毎日ずっとそれも何十年も続くもんですから、それはじゃあ具体的にどうこと言われましてもそんなに第三者に分かってもらえるように具体的にお話ができないのが大変残念なんですけども、大義という広島弁で代表させてもらったら、ある程度お分かりいただけるんじゃないかというふうに思います。